こんにちは。アニメ紳士です。今回は早々のフリーレン第27話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。動画の前半では放送中や放送直後の反応、後半では放送後の感想や考察をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。最初から会って面接でよかったろ。ゼーリーの弟子、フランメの弟子、フリーレンの弟子、フェルン。いや、すでに遠い弟子じゃね。ひ孫弟子やな。ちょっと待って、フリーレンは絶対に不合格にされるってこと。個人的な恨みとかひどい。だって嫌いやし、1000年はできんや。フリーレンって通行許可が欲しいからこの試験受けただけなのに、一級魔法使いのイメージとか大層なこと言われてて笑う。2期できるほど原作ストックある。黄金鏡編だけで1クール使うくらい。2期ぐらいならできる。改めて面白いアニメやな。フェルンが弟子拒否った時、少し間を空けて欲しかったな。待って難しいかもしれなかったが、フェルネンはどんなアトラクションを考えてたんだろうな。ゼーリエはやばいのよね。制限していてあれだから。嫌です、できるかと思ったが合格までいったな。朗報、みんな大好きアウラさん、回想シーンで再出演を果たす。兄よりの回想でアウラ出たな。嬉しかった。ちょいちょい差し込まれる兄織描写が本当に素晴らしい。アウラ再登場は熱かったな。リヒターとフェルンが会うシーンも兄よりだった。演出うまいよね。キャッチーな見せ方をよくわかってる。エピローグも完璧やんけ。嫌です。おばあちゃん涙ふけよ。揺らぎを見破っちゃったか。きっぱり断るフェルンさん、格好良かったわ。その場で首跳ねられてもおかしくないよ。フリーレンみたいに優しい人でないかもしれないのに。ゼーリーが花を撫でながら歩くシーン、めっちゃ良かったな。何の役にも立たない魔法で出した何の役にも立たない花を無意識のうちにめでてるゼーリエは大変にエモい。ラオフェンが孫ならリヒターは息子だな。3年後にはきっちり合格しているものと信じたい。またねで終わった。リヒター1日で直したのか、特急料金もらったのかな。今日の話も良かったわ。いやほんとは良かった。ゼーリエの側近のじいさんでも見抜けなかったゼーリエの魔力制限をフェルン一目で見抜いたんだから、そりゃあゼーリエ大喜びだわな。孫弟子が可愛すぎてわざわざお花畑で段取りをつけちゃう。ゼーリエおばあちゃん可愛いね。弟子のことは残って呼ぶの可愛いなゼーリエ。フェルンは体格はマジで人類史上最高レベルか。計算を積んだ一級魔法使いでも見えないものが見えてるし、フリーレンに魔力制御、子供の頃から叩き込まれてるってのがでかそう。フェルンの串焼き両手持ち草。ドーナツの次は串焼きに通る。太るん。なんだろう、ワンマン社長の最終面接で採用が決まっちゃうような感じは。死者まで出して試験していた意味は一体。部下に任せるのは育てる意味があるからな。そして部下が失敗したら社長がケツを拭く。ゼーリエはどんな意味で揺らいでるんだ。単純にもっとすごい魔力ってだけなんか。フリーレン同様制限している。ゼーリエの制限状態イコールフリーレンの全開くらい。ゼーリエの魔力量はフリーレンの10倍くらいかな。とんでもない強さだな。癖になってんだ。魔力制限して過ごすの。ゼーリーの揺らぎって制限してて魔力オーラってこと。そう。そして魔力を制限すると絶対に揺らぎが出る。熟達すれば揺らぎは減らせるがゼロにはならない。ゼーリエの揺らぎは東大最強の一級魔法使いでさえ認識できないくらいに小さいが、それを一発で見破ったのがフェルン。人間の時代というかフェルンの時代ってこと。それならまた50年したら老けて終わっちゃうじゃん。続々と天才が生まれてくるのが人間のすごいところ。そのうちエルフは魔力しか取り柄のない種族になってしまうかも。直弟子のフランネは超優秀。孫弟子のフリーレンも一目で気に入るほどの才覚の持ち主。早孫弟子のフェルンはガチの大天才。でも誰もゼーリエの言う通りにならねえ。ゼーリエさんは素直じゃないので今のままで十分満足しとると思うよ。
今回もあれで実はベタ褒めだった。ちゃんとフリーレンが言って欲しかった言葉が仲間に恵まれたなだったことを分かって話してる。それはわかる。あのロリババアはフリーレンとお話しするとき常にウッキウキだからな。孫弟子だからね。弟子より可愛いのよ。しかもそんな可愛い孫弟子が魔王まで倒しちゃったよ。きっちりどんな様子だったのか調べ済みなことまで今回でバレてる。弟子のくだらない技術をしっかり習得してるおばあちゃんくさ。ここまで頑張ってきて一言で落とされるやつら。今回落ちたやつらはいろいろと棚ぼたすぎたし。ラオフェンが落ちた理由なんなの？ゼイリエのオーラにビビったやつが全員落ちてる。デンケンやメトーデとカビアベルも不合格。フリーレンのせいで二次試験で大量合格者が出たせいで巻き添え食らったのか。出てきてないのは全部来週じゃね。本来はゼーリエに気弱なお坊ちゃん呼ばわりされてたハゲじいさんが3次試験の面接やることになってたの。ハゲじいさん、あの優秀なゴーレムの制作者で、しかも軍艦じゃなくてバリバリの武闘派だぞ。本来レルネンがやろうとしてた試験が本当に気になるね。不合格組はみんな死ぬってゼーリエが言うくらいだから、ケナウの試験より間違いなくやばいんだろうけど。レルネンとタイマンじゃないか。レルネン、本当の3次試験はゴーレム本気と戦ってもらう予定でした。デンケンは魔法屋さんの店内で本と青い石みたいなのが入った瓶をテーブルの上に積んで出て行ったけど、何かの伏線。その2つ使ったら何かが起こるとか。デンケンが置きっぱなしにしてった本とか小道具ってリヒターをスキルアップさせるヒントとかなのかな。それ思った。リヒターの腕が良いのなんかすごくいい。痛好み。口は悪いがリヒターネはいいやつだな。いい回想の後のフリーレン様の寝相がちょっと面白かった。生意気な若造だけど老人には気に入られるんだろう。杖を修復したリヒターもすごいけど破片全部集めたフェルンやフリーレンもすごいな。足りない部分は魔力込めたパテとかで埋めて直したんだろうか。杖にはかなり強い魔力がこもってるから、それをフリーレンの魔法で完全に集めたって感じかな。想像できるとこは。ラオフェンさんドーナツ好きすぎや。またドーナツ買ってもらってる。あんたじいさんのなんなの。ラオフェンの開けないよが開けるになったのよいね。よしよしを要求するラビーネかわいい。カンでもあの後ラビーネによしよしされてそう。ラビカンのシーン泣けたわ。ヒンメル少年期にフリーレンに脳焼かれてるじゃねえか。あの花畑であいつの人生決まっちゃったんだな。幼い頃から一途だったんだな。あんな魔法を見せられたらヒンメルさんを惚れるわ。フリーレンがヒンメルの幼少期に花畑を出す魔法を使ってなければ魔王を倒せてなかったかもしれないのか。コンテンツキレッキレだったな。コンテは中和野暮04は担当した人。次回で終わりか。2期発表ないかな。シータ後で黄金鏡を眺める電剣で締めやで。本当に恵まれたアニメ化だな。来週ロスがひどそう。来週で終わりだけどマジで虚無になりそうで怖い。せめて最後に2期アニメ化決定ぐらいの予告欲しいよ。前半はフェルンの杖修理の話。スネル弟子に奔走する師匠。フリーレン本当に不器用なんだから。不器用といえばゼーリエが弟子大好き後進大好きのツンデレおばあちゃんすぎるでしょう。しかしフェルンの才能と研鑽はまさに大魔法使いのお墨付きなんですな。脱落した者たちにも光を当てる優しさよ。ヘルンの杖を直すフリーレンはハイターの言う通りまた一つ悩み人間を知る。花畑を出す魔法がヒンメルとの遠い思い出だなんて運命よね。人間の時代の到来を告げるフェルンの合格に祝福を。すべてお見通しのフリーレンの強者感。ああここの私はフリーレン様の弟子ですが、アニオリのリヒターのフリーレンの弟子かという問いにフェルン自身が答えられなかったあのシーンとの対比になってめちゃくちゃ良い。フェルンの揺らいでる発言でテンション上がりまくって、お前なら魔法使いの高みに行けるって言っちゃうゼーリエ好きだし、フランメより才能は上って判定されるフェルンすごい。ヒンメル、フリーレンにコンコとされたらもう好きになっちゃうよ。フリーレンらヒンメルにとって日常生活の一部もしくは関わりのなかった魔法。初めて綺麗だと思わせたってドラマチックだな。
スタルクとフェルンの絡みも最高ですね。後杖治ってよかったね。ほぼほぼ不合格だった第3次試験なのに、フェルン合格はすごいよ。おめでとう。次の話に期待。仲間に恵まれたか。運が良かったな。そうだよ。運が良かった。ゼーリエとフリーレンは同じ言葉を言っているが、明らかに意味が異なる。ゼーリエの切り捨てたくだらない魔法が、最終的に魔王討伐に導いた。スタルクに絡んだじいさん。エンディングクレジットで部のおじいさんとかなってるんだけど、まさかマジで人角の人物なんやろうか。ヘレンがゼレリエの制限された魔力の揺らぎを感化したシーンは、作中実施に入るぐらいには好きなので、アニメで見れて感無量だった。ゼルネンがフリーレンの魔力の制限に気づいたことを言及してからの構成が、うまいんだこれが。変な感想かもしれませんが、みんな可愛いな。デンケンもリヒターもヒンメルも、そしてゼーリエも、かっこいいところも可愛いところもあるキャラクターの多面性も、この作品の魅力だと思います。でもって今更気づいたけどヒンメル、あれ一目惚れだな。プンスコしてるフェルンは何度目でも可愛いですね。ゼーリエのお眼鏡にもかなったフェルン。今回はいろんな人から散々な言われようだったフリーレンでしたが、前半の話があったからこそ、フリーレンの弟子だとフェルンが宣言するところが感慨深いです。花畑を出す魔法はいつもキーワードやね。揺らぎを見てしまうフェルン。そしてポコポコされるシタルク。笑い。あれ、もしフリーレンが杖を修理しなかったら、フェルンはそこで、フリーレン様の弟子ですって言ったのかな。言ったよね、やっぱり。そうか。花畑を出す魔法の本当の意味とは、魔族を滅ぼす最強の魔法ではなく、誰かのために幸せを生み出す魔法という意味だったんじゃないかな。フェルンの答えがすべて、力ではなく師匠への愛。これに至るための一級魔法使い編の答え、素晴らしすぎる。ヒンメルとフリーレンが初めて出会った日、フリーレンは困っている自分に花畑を出す魔法を見せてくれた。それは生まれて初めて魔法が綺麗だと思った瞬間だった。くだらない魔法かもしれない。でもそんなくだらない魔法一つに人は救われる。ラビーネちゃん、なでなでしてあげよっか。のあおりに早くしろでおとなしくなでられる小心ラビーネちゃん。大好きなカンネちゃんになでてもらって癒されたいよね。よかったね。フランメの花畑を出す魔法が、フランメ、フリーレン、ヒンメルとつながる。1000年の時をまたぐ壮大な縁となり、その出会いが魔王を倒す奇跡。くだらないと一周しつつ、部屋には一面の花畑が、という1000年こじらせ続けるゼレリー様。本当にかつてのザインの言葉通り。この作品はアクションの後に、キャラクターたちがすっと日常の中に転移していくのがいい。ラオフェンがリヒターにドーナツを差し出すカット。ちゃんと演歌してからあげるって言ってるんですよね。こういう日常芝居が映える作品。ヒンメルがフリーレンを仲間にした理由は花畑を出す魔法に魅了されたからか。序盤から登場したなんてことのない魔法だと思っていた花畑を出す魔法が、フランメとフリーレンはもちろん、ヒンメルたちをもつないだ大事な魔法だったというのがなんとも素敵です。ヒンメルは最初の出会いから恋に落ちていた。不安で色をなくしていた世界が、フリーレンによって色鮮やかに彩られた。大人になったヒンメルの言葉にしなかった心の声も聞こえるようだ。君でいいんじゃない。君がいいと思ったんだ。運が良かった。仲間に恵まれたのは偶然かもしれないけど、フリーレンにとって出会いや再会は生きていればいつか会える必然なのかもしれないなって、行き違う分だけ悩んで分かろうとしてくれるフリーレンは、人間の時代を一緒に修行したヘルンのことを一番よく分かっている。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよ
よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。